皆様、本日はですね、こちらのね、鶏胸肉ですね。大変皆さん鶏胸肉が大好きみたいで、鶏胸肉のレシピ大好評なんですけども、こちらを使って、市販のね、サラダチキンにも負けないような、極上の鶏ハム作っていきたいと思います。はい、イエーイ。これはね、もう本当にね、めちゃくちゃ簡単です。ほぼほったらかしでできる簡単なレシピなんですけども、やっぱりコツが多少あったりするんで、それをするとね、めちゃくちゃしっとりで柔らかな、美味しい鶏ハムができるので、ぜひ皆さん真似して作ってみてください。ということで早速やっていきます。まずは、漬け込む作業も始めなきゃいけないんですけど、その前にまず皮を取ります。はい、皮を。これはね、もう、鶏ハム、皮が好きな方もいらっしゃると思うんですけども、ハムにね、あんま皮ってね、あると、ちょっと食感がよろしくないので、僕は絶対に取ります。はい。で、この皮がもったいないっていう方は、そのまま残してスープに使ってもいいですし、あと、そのまま焼いて、鶏皮のチップスみたいにしてもいいし、電子レンジでやってもね、そういう風に美味しくできるんで、そちらでやってみてください。あとなんかこういうなんか筋っぽいとこ、ここもね、ちょっと気になる方は取ってあげた方がいいと思います。僕はちょっと気になるんで取ります。では、皮を取って気になる筋ですね、を取ったら、フォーク、こちらを使ってぶっ刺します。こうすることによって味なじみが良くて美味しい鶏ハムができますね。やっぱこの作業はしてあげてください。わかるかな？アップにするとこんな感じでいっぱい無数に穴が開いてるんですけど、こんな風に穴を開けてください。そうしたら約小さじ1杯の砂糖を、すり込んであげてください。こうすることによって、砂糖の浸透圧によって、お肉の旨味が逃げずに、しっとり、柔らかジューシーに仕上がるんで、この作業結構重要なんで、絶対先にやってあげてください。ではよくすり込みます。で、すり込んだ後はそのままジップロックに入れて、そのまま砂糖も使うんで、洗い流さなくて OK です。なんで、こぼれたやつもちゃんとね、拾って、まんべんなく、こうすり込んでください。目安はね、なんかね、わかるかな？ちょっとさっきよりもね、なんかね、ちょっとツヤっぽくなってくるんですよね。それぐらいまで、ちょっとしっかり、こう、染み込ませてあげて、こんな感じかな？ほら、もうテッカテカ。こんな感じですり込んであげたら、続いては、お塩ですね。お塩も同量。約小さじ1。こちらをね、すり込んであげてください。小さじ1もいかないぐらいかな。この後塩麹も使うんで、小さじ1もいかないぐらい。小さじ1/2ぐらいでいいかな。こういったらまたすり込んであげてください。これね、もう、そのまま漬け込んじゃう方も多分いらっしゃると思うんだけど、これやってあげるだけで、全然変わるんで、やってあげてください。そうしたら、こちらをね、ジップロックに入れていきます。では、ジップロックに入れたら、次は味付けを少々やっていくんですけども、まずは、こちら。丸鶏ガラスープ。こちらを小さじ1/2ですね。小さいお子さんがいる方は、コンソメでも大丈夫。コンソメとかの味の方が多分もしかしたら好きかもしれない。はい。小さじ1/2ぐらい。こちらですね。塩麹。最近僕よく余ってるんですけども、発酵調味料ですね。この発酵調味料があることによって、発酵の力によってさらに柔らかくなると。こちらをね、大さじ1。いや、塩麹は本当にいいよ。しかもこれ液体タイプなんですよ。はい、これを大さじ1。で、これはね、なくても大丈夫です。ただ、あった方が僕は大好きです。はい、こちら。ニンニク。こちらをね、いつもよりももっと少ない。本当にね、もう1センチあるかないかぐらい。これをほんのちょびっとだけでもいいから入れてほしい。ほんとこれぐらい。ピン立ってるかな？はい、これぐらい。ほんと少しでいいんで、ニンニク入れてほしいですね。こちらを入れます。で、こちら、オリーブオイル。こちらも大さじ1入れます。最後、
ブラックペッパー。はい。ブラックペッパー。僕はブラックペッパー入れるんですけども、ここにね、ハーブソルトだったり、クレイジーソフトのハーブが入ったのを入れてあげてもいいです。ただ僕はね、サラダチキンをね、ハーブの香りしてない方が好きなんですよ。なので、黒胡椒にします。旨味がね、もうしっかりした、もう鶏のハムって感じが好きなんで、そんな感じにしたいと思います。そしたら、ジップを閉じて、こちら、よく揉んで、よく揉んだら、こちら空気を抜いて、こんな感じ。できるだけ空気を抜いて、最低でも1時間ですね。1時間以上置いて、僕は一晩寝かせておきます。じゃあ早速、寝かしていきます。一晩つけた鶏胸肉になります。で、こちらをね、早速ね、もうしっとりね、柔らかく仕上げていこうと思うんですけども、本日はですね、多分皆さん低温調理っていうのをご存知だと思うんですけど、そちらね、本当は器具を使うんですけど、そちらを使わずに、低温調理していく方法をね、皆さんにお伝えできたらなと思います。じゃあ早速やっていこうと思います。で、今回、多分ね、普段、皆さん、お家にこういう温度計あればこちら使ってほしいんですけど、もちろん多分ないと思うんですよ。これ今外気温度ですね。17.1 度なんですけど、今回僕ね、10分と20分、30分って分けて温度を測って、皆さんがね、安心してね、作れるように測ってみたんで、そちらもね、参考にしてみてほしいんですけど、まず、これ、沸騰前なんですよ。沸騰前の温度。ちょっと測ってみます。ちょっとふつふつ言ってるかなぐらいかな。ちょっとふつふつ言ってるかなぐらい。ちょっと気泡が上に上がってるぐらいで、これぐらいの温度なんですよ。今すぐ下がっちゃったけど、一瞬見えたかな。74度ってなったんですよ。今どんどん下がってるんですけど、これこうやってやればわかるかな。この感じ。これがだいたい74度ぐらいになってるんですよ。で、鶏胸肉を美味しく低温調理する方法で一番いい設定温度が65度って言われてるんですね。なのでこの状態で鶏胸肉を入れたいんですよ。この温度の状態で鶏胸肉を入れて蓋をして30分で出来上がりっていう感じなんですよ。だから沸騰する前のこの温度ぐらいにしておいて、で火を弱火にします。でそしたらジップロックに入れた鶏胸肉をこう入れながらやっていくと、軽い真空状態が作れるんですよ。こんな感じで入れながら空気を抜くと、この状態にして入れて、で火は止めて蓋をして30分です。これだけで低温調理された鶏胸肉、美味しい鶏胸肉ができるので、はい、じゃあ早速こちらでやっていきたいと思います。で、気候によって、例えばすごい寒い国だとしたら、蓋を閉めててもどんどんお湯の温度が下がっちゃうんで、不安な方は一度沸騰させてから30分でもいいです。それか、先ほどのそのふつふつし始めた状態を炊飯器に入れて保温状態にさせてから30分でも OK です。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。あと言い忘れたんですけども、鶏胸肉は必ず常温に戻してから低温調理してあげてください。じゃないと中までね、火が通るのに時間かかって、美味しく作れないので。はい、そんな感じです。では、早速、鶏肉見ていきたいと思うんですけども、すいません、30分じゃなくて40分にしました。で、最後、もう一度ね、温度だけ測ってみたいと思います。で、最終の温度が 63.3 度か。はい。これぐらいの温度があれば大丈夫です。で、この後はもう氷水で一気に冷やしたいと思います。では、一気に氷水でね、冷やしていこうと思うんですけども、低温調理された料理は、常温でね、冷ましたりとかせずに、一気に冷やしてあげてください。じゃないと菌がね、どんどん繁殖して、ダメなんで、こうやって一気に、氷水で冷やしてください。で、そっから完全に冷えたら冷蔵庫に入れて保存してあげてください。今回40分でやってるんですけども、もうちょっと火を入れたいなとか、不安だなっていう方は1時間やってあげてください。まあ、でも短ければ短いほど、美味しく仕上がります。できるだけ最短の時間でやってあげる方が一番美味しい鶏ハムができると思います。では、氷水で十分に冷やしたので、早速切っていきたいと思います。見て。わかるかな？ほら、もう超絶しっとり。ちょっとね、ほんのり、ほら、ピンクがかかってるのわかるかな？こんな感じに低温調理でするとなるんですよ。これもう最高です。こっちの方がわかりやすいかな？こんな感じ。はい。こんな感じになったら出来上がりなので、
薄くね、切って、今回はですね、わさびでいただこうかなと思ってます。じゃあ早速実食していきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。めっちゃ綺麗。乾杯。じゃあ、いいっすか？何もつけずにまず。オッケー。これすごいね。いただきます。めっちゃしっとりしてる。あ、もう十分味ついてるわ。これ塩コショウだけ？うん、コンソメも入れてるけど、コンソメなくても、それはそれで絶対美味しいです。ただコンソメつけると、多分ちっちゃい子も大好きな、コンソメじゃない、ごめん、鶏ガラだ。鶏ガラね。コンソメでもいい。コンソメだとやっぱお子さんが好きな味になると思う。めっちゃ美味しい。もうほんとにびっくりするぐらいしっとりしてる。鶏胸って多分絶対わかんないぐらいじゃないかな。じゃあいただきます。超うまいんだけど。ハムすごいね。ちょっとわさびつけていい？絶対合うこれ。完璧、もう大満足。これは相当クオリティ高いぞ。もうめちゃくちゃこれカットして多分この薄さにしてるからより美味しさを感じるんだろうけどさ、もうまん丸のままかぶりつきない。うまい。わさび最強。めちゃくちゃ合う。たまにさ、美味しいラーメン屋さんとかでさ、鶏ハムみたいな感じでチャーシュー代わりに乗ってるじゃん。それと同じ感じのめっちゃくちゃ柔らかいやつ。同じクオリティ。そう、すごい。これはすごい。俺が好きなラーメン屋さんのすごい。これでさ、チャーシュー丼みたいにしても絶対うまいと思う。絶対うまいよね。これすごいわ。鶏胸肉の食感だったら多分最クオリティじゃないかな、本当に。しかも柔らかいんだけど、鶏もも肉みたいな弾力も感じるぐらいの程よい歯切れなんだよね。この歯切れがね、やっぱね、温度大切なんですよね。しっとりしてるけどさ、あっさりしてるじゃん。すごい。これはすごい、本当に。こんなにこうちゃん褒めること多分初めてなぐらいかもしれない。ちょっとびっくりするぐらい美味しかった。ということでね、本日はですね、本当にコンビニで、市販で売られてるね、サラダチキンとかね、お店で売られてるラーメン屋さんにあるようなね、鶏チャーシューにも負けないね、美味しい極上シリーズですね。極上の鶏ハム作らせていただいたんですけども、どうでした？めっちゃうまかった。本当に、マジで極上。これはすごいです。本当にね、ただ柔らかいとかだけじゃなくて、ちゃんとね、弾力も感じられて、これほんと鶏胸肉っていう、今まで鶏胸肉の料理たくさん作ってるんですけど、その中でもやっぱ低温調理をさせていただいてるので、全然違うんですよ。これはほんと一度食べていただかないとわかんないぐらい、めちゃくちゃプレミアムな味になってると思うので、ぜひ皆さんね、作っていただけたらなと。ただね、作り方はね、僕が説明してると、なんか小難しそうに聞こえるんですけど、やることはもうめちゃくちゃ簡単なので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。